2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー。23、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2024年10月中旬になり、もうすぐ1年点検になります。オドメーターは9200キロを超えました。今回は N ワゴンのオプションにない農水的クリーナーを取り付ける動画です。 N ワゴンではハッチ裏のパンチングが大きいため、専用金具を作らないと取り付けが困難です。本編では自作金具の作り方を詳しく紹介しながら動画を進めます。参考に他のスイッチング制御方法も示して DIY しますので、どうぞ最後までご覧ください。視界の状況。雨が降ってきました。降ってきた雨が車体を流れるような強さになると、リアカメラの映像はこのようになります。ベテランなら駐車は可能ですが、視認性は下がります。水滴を気にせずその合間を縫えば後方は見えなくもないですが、せっかくの設備が活かせないのはもったいない感があります。そこで他の N シリーズにはあるオプション、農水的クリーナーを工夫しながら取り付けます。開封。農水的クリーナーとアタッチメントが届きましたので開封します。新聞紙がたくさん詰まっています。部品を取り出します。 N ボックス専用アタッチメントです。品番は 08B79TTA000 です。農水的クリーナーは 08A79PC8002B です。中を見てみましょう。アクチュエーターとチューブ、ノズルなどが入っています。アクチュエーター本体です。想像より小さくて大きさはこのような寸法です。振動防止でこのようにゴムで浮かせた構造になっています。ノズルです。指示ボルトです。取り付けは向きをよく考えて行います。こちらがアタッチメントで、ケーブルと指示剤、保護剤が入っています。アタッチメントの中を見てみましょう。蛇腹と先ほどのハーネスです。その他ウレタンテープなどの保護剤やハーネスバンド、ジョイントコネクターなどです。そして指示ナットやアルミテープなどが入っていて、使い方は取り付け説明書に細かく指示があります。これがエジェクターです。本体に接続してみます。抜くときは解除装置が硬いので大変です。向きは上から差し込みなので、装置ごと外してからの方が良さそうです。ケーブル長はアクチュエーターが左側で、バックランプが右側設定なので結構長いです。手元にヒューズがつけてあります。これが電源ですのでつないでみます。動作音はこんな感じです。電源がつながった時だけ3回エアーを吹いています。次に電源がつながるまで動作はしません。音はガスコンロを点火した時のような感じです。
音はさほど気にならないと思いますが、実装してからデッドニングは考えます。実際の車両電圧は 14V を超えますが、この電圧で電流を測定します。130から 140mA、 約 2W です。ノズルです。カメラの上に貼り付けます。チューブです。ちょうど 1m あります。ノズルとグロメットとプライマーです。軽いのですが、分かりやすくするために重さを測ります。 142g です。アクチュエーター取り付け位置の決定。 N ボックスの取り付け説明図ではリアハッチ左側に取り付けとなっています。では N ワゴンではどうすればよいか検討してみます。ハッチ裏の印象は N ボックスよりパンチングが多いことです。N ワゴンに納水的クリーナーのオプションがないのはこれが理由なのでしょう。ならば DIY で何とかしてみましょう。リアカメラの位置はここです。チューブ用の穴開け位置はカメラの左脇です。なのでチューブは左からなのでしょうが、一直角で外に出る分には右から来ても条件は同じです。チューブの長さはどちらでも足りるので、まず左側でアクチュエーターを検討してみます。この場所にこの向きで設置するとノズルが反対を向きます。180度回転させるとノズルの向きは良いですが、パンチングの一番下まで下げる必要があります。ハーネスの接続も考えてこの場所もいささか無理があります。続いて右側を見てみましょう。この形で設置するとカメラまで一直線です。90度回転ではノズルの向きが合いません。180度でも同じです。結論としては左より右側でかつこの向きが良いようです。配線とチューブルートの決定。アクチュエーターの位置が決まったので配線とチューブルートを検討します。金具はこの場所ですがノズルはこの辺りです。カメラはこの位置なのでサポートはこの2箇所にします。なおこの辺りにも1箇所取り付けたいと思います。ハーネス線はバックランプへ行くので出発点の近くで1箇所指示を設けます。なおこのケーブルは後部ドラレコの電源ですので配線時に精線します。それでは金具の製作にかかります。取り付け金具の製作。まずこの台形型のくぼみに型紙を当てて型を取ります。下側に20ミリほどの余分を見ておきます。折り返しはベースプレートを支持するためです。次にベースプレートの型を取ります。このようにくぼみに収まるような長さにします。取った型を図面に起こします。条件をもとに
プレートの寸法を決めます。取り付け位置を前方方向に見た断面図です。ハッチ背面の有孔も描いています。取り付けはノズルの方向から左側の図のように決めました。これがベースとなる金具1です。下側に変形している理由は11分56秒頃をご覧ください。金具1を指示する金具2です。72度に曲げます。金具1と2を挟む金具3です。左側の指示は板金が織り込んであるのでスペーサーが必要です。それを金具5と4で閉じ込みます。詳しくは14分16秒頃をご覧ください。この部分です。この線がハッチ裏内部の懐を示します。このように金具を作っていきます。金具を加工しました。1ミリと2ミリのアルミ板からカッターで切り出しています。こちらは不採用で左が施工断面図です。金具1から説明します。図面に従って作った金具1です。この部分は車体に接するのでテープを貼っています。固定と指示用の穴を開けています。斜めに切った部分は寸法が出しにくいですが座標に従います。金具には曲げるので1ミリで作ります。金具はこの壁に接着します。カッターで軽く切れ目を入れるときれいに曲がりやすいです。金具3で閉じ込みます。2と3は接着してしまいます。下から4ミリビスで閉じます。金具1に開いた穴は4ミリビスに対して 4.2 ミリなので角度が合わない場合は少し大きくします。金具は外すことを考えて下から固定です。このようになります。左側です。これらを組んでいきます。これも1ミリで作っていますが車体鉄板を挟みます。スペーサーです。手持ちの3ミリアルミ複合板3枚を接着して作りました。折り曲げ部を4ミリビスで挟みます。この部分です。こんな感じですね。スペーサーと金具1、金具4と5も接着しておきます。最後に下からビスで閉じれば完成です。
実際には金具を接着してあるので組み立てしやすくなります。アルミ複合板は私の動画によく出てきますが、カッターで切れるので加工が簡単で丈夫です。できました。このビスは金具4を車体鉄板に蓋のように使うので、かぶせやすいよう少し長くしてあります。この折り込みが鉄板にかかるので、固定とともにずれ止めにもなります。あとは図のようにアクチュエーターを取り付けます。スペーサーと金具5が書き込みになっていますが、気にしないでください。図面通りで大丈夫です。金具にはタッピング止めでも良いのですが、ドリルが入らないので接着です。アクチュエーターの取り付けにはゴムワッシャーを使います。ゴムワッシャーはキットにはありません。本体がゴムクッションになっているのでなくても良いと思います。使ってみてどのくらいの音が出るのかによってデッドニングを考えます。ナットは本体を実装してからきつく閉じます。これで終わりました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。